近代ユニバーシティ。皆さん、こんにちは。日本の大学を全部見学した男、山内泰治です。今日は近畿大学総合社会学部総合社会学科の心理学専攻につきまして、漆原浩二先生からお話をお伺いします。先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まず先生、心理学って高校生の関心も非常に高い分野なんですけれど、はい、ただですね、人生相談とかカウンセリングみたいなイメージの高校生が多くて、実際に心理学というのは、大学ではどのように学ぶ学問なんでしょうか。はい、そうですね。おっしゃられた通りに、心理学について一般の方が持っているイメージと実際の学問は随分ズレがあると考えています。ズレがあると。はい、先ほどおっしゃられたみたいな人生相談であるとか、いわゆるカウンセリングですよね。そういうのももちろん含むんですが、そういうのは心理学は臨床心理学などと、自分野としてですね、研究されています。で、心理学全体の中では、そのカウンセリングの心理学は一部でして、それよりもその人間の、人間以外の動物も含むんですが、物がどう見えるか聞こえるか、どういうふうに感じるか、それからそれがどういうふうに行動に影響を及ぼすか、なんてことがですね、研究されています。で、高校生の方が入学されて、非常に面食らうのが、数字が出てくるんですね。心理学というのは実証的に心を研究する学問なので、その裏付けとして、データを取る、そしてデータを分析するということが非常に、避けて通れないんですね。ですから、心理学の専攻に入ると、やはり統計学であるとか、そういうところで数学の知識が必要になったりすることがあります。じゃあ、結構高校ではちゃんと数学も勉強しておかないと大変ですか。勉強していた方がいいとは思いますが、ただ入ってからも、こちらの方でちゃんと一から、分からない人には一から教えるという形でですね、しっかりフォローしていきますんで、そのあたりはでも私、数学苦手だから、大丈夫だと思います。ところで心理学と言いますと、心理学部や心理学科を持っている大学は全国にたくさんあるんですけれども、何を基準に心理学の大学選びってやったらいいんでしょう。やはり、その大学にどのような先生がいて、どのような分野を抑えているかというのが大事だと思います。先ほどカウンセリングの話が出ましたけれども、臨床心理学に、特化したというかですね、それが得意な大学さんももちろんたくさんあると思いますし、近畿大学の総合社会学部心理系専攻っていうのは、どちらかというと幅広い、守備範囲の広いですね、教員を揃えている感じになります。近畿大学の場合ですと、心理学部、心理学科とは名乗っていないわけですけども、心理系専攻というくくりでも、その他大学の学部学科に負けない陣容と考えてよろしいんでしょうか。もちろんです。それには自信があります。高校生の関心を持っている臨床心理学以外の幅広い心理学っていうのは、学生さんって入学後に関心を持つものなんですかね。そうですね、そういう人が多いですね。僕自身、今、学習心理学なんていうのを専門にやってるんですけれども、学部の時にはやっぱりカウンセリングであるとか、フロイトであるとか、そういうようなものに興味を持って入って、こんな心理学もあったんだってことで、どんどんのめり込んだ、そういうところがありますんで。なるほど。高校生の段階で将来のキャリアなどを調べていると、心理学っていうのは、臨床心理士や公認心理士の資格を持っても専門的な仕事の場が少ないんじゃないかっていうふうに考えている方も多いんですが、実際の就職ってどういう感じなんでしょう。臨床心理士であるとか公認心理士っていう、資格を持っても就職が難しいというのは必ずしも当てはまらないんじゃないか。当てはまらない。ただこれから発展が期待される資格でもありますので、まだ非常勤職であるとか、そういうので頑張ってられる人も現在はいるという形です。なるほど。実際に心理学専攻を卒業した学生さんたちって、どういった業種、職種に行く人が多いんですか。先ほど出てきた臨床心理士や公認心理士という資格は、基本的に大学院進学が前提になっている資格でして、学部4年間で卒業した場合には、やはり学部で学んだことをさまざまな職種で生かすという形になってきます。
心理学というのはその人間の心に関する学問ですから、ほぼありとあらゆるものに関わっていると考えていいんじゃないかと思うんですね。ですから、例えば営業職であったって、事務職であったって、さまざまなところ、一般企業でも公務員でもですね、それを生かすところはありますし、特に心理学を勉強したから、どこかの就職が不利になるなんてことはまずないかと思います。なるほど。総合社会学部の中で、他の学問分野も学べることのメリットというのは何か心理学専攻にもありますか？そうですね。先ほど心理学部みたいなのは大学にたくさんある、他の大学にたくさんあるというふうなお話がありましたけれども、都市の心理系専攻は総合社会学部というところに位置づけられている、ちょっと特色があるかと思います。はい。はい。で、社会という複雑なものを、メディアであるとか、社会制度であるとか、それから環境であるとか、それから社会を構成する人の心というところから、研究、逆のがうちの心理系専攻なんですが、そういう一つの社会で対象を多角的に見るって視点から心理学を学ぶっていうのは一つ特色なんじゃないかと思います。はい。総合社会学部は新しいので、綺麗な校舎だと思うんですけど、はい。心理学を実験する設備などは充実しているんでしょうか？そうですね。実験室の数もですね、例えば心理学って結構、暗室の中でですね、特定の心理学が反応ったり、はい、反応時間を追ったりするんですが、そういうようなことを行う教室というか、実験室ですよね。数もかなり揃ってますし、はい。またですね、学生さんに実験に参加してもらって、で、それでですね、効率よく被験者さん、参加者さんをですね、管理するというシステムも確立されてますんで、かなりその大学さんと比べたって、負けないというか、いいと言ってもらえるような設備じゃないかと考えています。はい。なるほど。漆原先生ご自身が研究なさっているのは心理学のどういったテーマでしょうか？はい。私が研究しているのは学習心理学というのが一つの専門。はい。で、もう一つの専門分野としてはアニマルセラピーの効果。アニマルセラピー、動物ですか？はい。動物ですね。ペットなんかを触ると癒されたりすると思うんですが。癒し系の動物、はい。はい。そういうような効果というのがどういうものなのかっていうのをですね、実際に、実はこれ僕だけではなくて自分の飼ってる犬ですね、フルフルという。犬をお飼いになって、はい。はい。で、この子に実際に触ってもらって、どんな効果があるかを研究しているような、そういうような研究もやってます。はい、それは気持ちの問題とかじゃなくて、ちゃんと科学的にアニマルセラピーというか、その動物と触れると癒されるみたいなものは研究されてるんですね。そうですね。はい。特に質問調査なんかを使うと、不安であるとか、疲労感であるとかいうのが明らかに減少しますし、これが体にどういう形で影響を受けるかなんていうのもですね、今後どんどん研究していきたいと考えています。学習心理学っていうのは、なんかこうやって勉強したらうまくできるとか、そういうことじゃないんですよね。学習というと一般にはお勉強のことを指すと、学習っていうのは心理学の分野では、経験して行動が変わること、これを指すんですね。ですからもちろん授業を受けて新しい知識がつくっていうのも学習なんですけれども、犬にお手を教えるというのも学習。犬にお手を教える。はい。学習、そうですね。はい。で、経験というのは基本的に環境から入ってくるわけなので、環境の中でどう行動が変わっていくという視点でも捉えることができます。はい。例えば今、コロナウイルスの影響でですね、外出がなかなかできないなんて話があったりしますが、自粛っていうのをする人もしない人もいるわけですよね。そうですね。はい。それから手洗いしようと言っても、まめにする人もいればしない人もいるわけです。はい。このような行動っていうのをどういうふうに形成というか導けるかなんていうのもこの学習心理学が活躍できる場だったりするわけですね。なるほど。一般的に心理学を勉強したら他の人の気持ちが分かったりするものなんでしょうか？勉強しないよりはちょっとは分かるかもしれませんがその質問は心理学者に投げかけると非常に、答えるのに難儀する質問なんですね。先生方的にはそういうことじゃないんだよねみたいな感じですかね。そうですね。気持ちが分かるというのは一体何を指すのかってことです。そっちへ行くわけですね。はい。はい。行動を予測できるかというと、心理学を使えば予測できるようになると思います。なるほど。はい。で、どういうふうに共感すればいいかなんていうことも、これはカウンセリングの分野なんかで非常にたくさん研究があるわけですね。はい。こういうことを指すんであれば気持ちが分かるかって言われると、心理学を勉強すれば気持ちが分かるようになる。
とは言えるかもしれませんが、はい。例えばテレパシーみたいに、うんうんうん。それが考えていることが分かってしまうなんてことがあるかというと、これはちょっと違うんじゃないかと思いますね。これ今はい。僕の表情でどんな気持ちか当てるとか、そういうことじゃないんですね、じゃあ。ということでないです。はそういうことい。じゃないよと、心理学はと。できたらだい面白いですぶ、けど。大学1年生で入ってきた段階では、だいぶ勘違いしてませんか、学生さんって。そういう方もいますね。うん。ただここ、最近はやっぱり心理学が浸透するにつれて、そういう誤解はだいぶ少なくなってきたまあ、と思う。皆さんちゃんと分かっててくると。はい、その通なるほど。りですね。はい。先生ご自身が心理学に関心を持たれたきっかけって何か高校時代とかにありますか？いや、先ほどの話が出たみたいに、何か人の心が分かるようになったらいいよねということで、うん。僕も心理学に興味を持っていたら、間違った方向で興味を持ってしまったきっかけは間のかもし違ってたみたいな。れません。はい。自分は、はい。ただ、やっぱり大学に入ってしっかり勉強したらそうではないし、そうではない心理学の方がやっぱりすごく面白いなっていうことを感じるこああ。とができましたんで、はい。最初は皆さん、きっかけは臨床心理学でも、実際に心理学の分野に入って幅広く知ることで、まあ、こっちの方が面白そうみたいになっていく部分ってあるんですね、じゃあ。それはすごくありますね。少なくうとも僕はそうでした。ん。はい。高校生の段階で、まあ、なんとなく心理学に興味を持つっていう人は多いと思うんですけど、はい。今こう、高校生が日常自宅で何かこう、心理についてこういう勉強しておけばいいといったようなものはありますか？まあ、心理学面白そうだぐらいでとどめておいて、それよりも自分が興味持っている勉強をたくさんしてもらったらいいかと思います。心理以外も。以外であっても、はい。はい。さっき言ったみたいに、統計なんかで数学の知識なんかも活かされるんですあ、が、数学、はい。はい、本当に高校時代の勉強っていうのは、いろんな形で心理学学ぶ上で生きてくるんですね。物理や、生物や化学であったって、人間の体の仕組みっていうのは心理学学ぶですごく大事なんで、そういうところにつながっていきますし、はい、社会ですね、歴史であるとか、公民であるとかっていうのも、まあ、社会の仕組みであるとか、それからまあ、歴史なんていうのは人の心のぶつかり合いと見ることもできますんで、そういうような観点からも見ることができますし、はい。で、なんて言うんでしょうかね、あんま答えになってないかもしれませんけど、何を勉強しなければいけないかではなくて、今何を勉強したいかで動いてもらった方が多分僕はいいんじゃないかと思い今ます。何を勉強したいか。はい。うん。結構心理学に関心を持つきっかけって高校生の場合ですと、こう親、友達、先生とか、まあ、恋愛みたいな身近な人間関係がきっかけになるのかなっていう気がするんですが、はい。それを心理学で勉強した場合、そういった自分を取り巻く人間関係って改善されるんでしょうか？改善されると思いますおね。お、はい。なるほど。ただ、ですね、学部4年間で学ぶことをうまく応用できればっていう、正しい書きがつまあ、やはりきます。4年間しっかり大学で勉強しないと。そうですね。勉強したこうん。とを生かす方法はいろんな形であるってことですね。ただ、ああ、はい、立ちどころに問題が解決するなんていうのは、これは幻想かなと。幻想ですか。はい、うん。80がこう85になるぐらいかなあ、でと。もちょっとは良くなるみたいな。そうですね、ちょっとずつ良くなって、全体としたら随分良くなったのかなっていう感じじゃないかと思いますね。例えば大学を出て就職してこう会社内の人間関係とかで心理学を学んだことが活かせるなみたいな話とかあるんでしょうかね？そうですね、それはたくさんあると思いまたくすね。さんある。はい。はい、例えば人の接し方なんですけれども、まあ、最近では褒めて伸ばすみたいなことが言われ褒めている。て伸ばす。うはい。ん。あれもちろん伸ばされる方にとってはそれは気持ちいいのは分かるかと思うんですが、なはい。ぜそれが組織全体としていいのかっていううこと、ん。それからなぜいいのになかなかそれができないのかっていうこと、これは心理学の中でも研究テーマとして研究されていますので、そういうことをしっかり学ぶことができれば、理解の上で人間関係は改善されていくと思いますね。ああ、じゃあ心理学を学ぶことで人間関係を改善するということは可能であると。可能であります。はい。なるほど。ただどうすればいいかっていうことを知ることと、それが実践できるかっていうのはまた別の話になるかと思います。少なくとも知識があれば、ないよりは、まあ、確実によくはなります。うん。実際に先生のところで学んでいる学生さんたちってのはどういうテーマを選んだりするんでしょうね？例えば去年僕のところのゼミであれば、まあ、匂いと記憶の関係みたいなあ、非常に、匂いと記憶。
そうですね。特定に匂いを嗅けば、こういう記憶が蘇るんじゃないかみたいな。ああったりしますが、そういうのをちょっと実験してみた人もいれば、あ、はい。ギャンブルですね。ギャンブル。ギャンブルにハマってしまってやめない人なんかいると思うんですが、例えばゲーム場面なんかでギャンブルの場面を作って、で条件を変えたときにどのぐらいそのギャンブルを続けたくなるかみたいなことを研究した人もいます。へえ、面白いですね。学生さんが探してくるテーマっていうのも。いやそうですね。本当に学生さんは千差万別な、なんていうか、興味を持って研究室に入ってくるんで、ちょっと僕の専門からは随分外れたな人も実際にはいたりするんですが、それでもやっぱり本人の興味を生かすのが僕は一番だと考えてますので、できるだけそれを生かしつつ、心理学の研究の中に落とし込むなんてことを、お互い頭を抱えながらやっている現状ですね。はい、頭を抱えながら。そうですね。はい。先生がお考えになる近畿大学で心理学を学ぶことの一番大きな魅力って何でしょう？やはり、総合社会学部という中で位置づけられている心理学の専攻というのは、ちょっと珍しいんではないかというところですね。お隣にはマスメディア系専攻であるとか、マスメディア、という専攻があって、でかなり心理系専攻の学生もお隣の専攻の授業を取らなくてはいけないですね、ところがあったりするんで、普通の心理学部よりもちょっと幅広いですね、視点から人間社会というものを見れる。これが一つの魅力かと思いますね。はい。はい。もう一つはその専攻と言いながら12名のそれぞれ専門が違った教員がおりますので、これは他の心理学部と比べても全然遜色ない人数、それからバラエティだと思いますので、幅広い心理学をそういう位置づけの中で学べるっていうのは、これは一つ面白いところではないかと。はい、ありがとうございます。だいぶやっぱなんとなく心理学っていう高校生はとても多いと思うので、今日の私たちの動画を見ていただいて、より心理学の理解を深めていただいたらいいなっていうふうに伺ってて感じました。ということで、はい、そうです。はい。じゃあ、近畿大学の総合社会学部の心理学専攻ということで、ぜひですね、受験生の皆さんに検討していただきたいと思います。では今日は漆原先生、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。